台湾が動き出し始めました。観光客の入国緩和の検討。こんにちは、大輔です。本日は日本人が多く訪れる国、堂々のナンバー4ということで台湾の話をしてまいります。まず結論からなんですが、渡航解除10月濃厚説。ということで、なぜね、私がこういう見方をしているのかっていうことをこの動画でお伝えしたいと思います。で、このチャンネルでは安全に海外に行けるのがですね、一体いつになるのっていう疑問に対して最新情報を交えてお伝えしていくものなんですね。で、他人に迷惑をかけないためにですね、あとは自分やですね、家族を守るために必要なことについて発信をしてまいりますので、コロナ明けの海外行きを待ち望んでいる方っていうのは、ぜひチャンネル登録されることをお勧めいたします。それではですね、こちらの順序で解説してまいります。台湾に関するコロナの感染状況をですね、見てまいりまして、入国制限解除の動き、渡航する際のリスクについて解説をしてまいります。それではコロナ感染状況から見てまいりましょう。東アジア諸国のですね、数字をまず皆さんと一緒に見ていくんですが、これね、もう解説するまでもなく、台湾ダントツに低い数字ですよね。人口100万人あたりの感染者数っていうのは19名になっております。で、検査数が日本の 1.5 倍あるのに対してこんなにね感染してないっていうのはもうすごいことですよね。これなんで少ない感染者で抑えられてると思いますか、皆さん。ちょっと調べてみました。1月22日にすでにですね、中国の武漢市からの団体旅行客の往来を禁止するなどの措置をですね、いち早く取っていたのが台湾ということになるんですが、こういう動きが早いっていうのがおそらくね、初動で抑えることができたと言えるんじゃないでしょうかね。それでは新規感染者数の直近の増加も見てまいりましょう。これ見るとね、もう5月末はほとんどゼロと言ってもいいですよね。これならね、観光産業復活望む声が大きくなってもね、全然おかしくないかなというふうに思いますよね。では次に進んでいきましょう。入国制限解除の動きについて見ていくんですけど、台湾政府から発表された情報によるとですね、この3つの段階で規制が緩和されるようなんですね。第1段階というのが5月の27日から7月の31日に発せられるだろうということで、これはね、ソーシャルディスタンスを保った上になるんでしょうけど、高速鉄道における飲食が認められるようになるみたいですね。あとは台湾ではね、6月の25日から28日に大型連休が控えてるとのことなんで、これ端午節っていうみたいですね。その際にはですね、台湾鉄道では立ち席券がですね、高速鉄道では重席券が販売再開されるということのようです。で、それがですね、この第2段階に進みますと、これは8月1日から9月30日の間なんですが、国内のですね、観光施設が順に再開をしていくということになるようです。団体を含むですね、旅行客のホテル宿泊が可能になったりですとか、あとは遊園地の入場券、観光ツアーバスとかね、そのあたりに助成金がどうやら出るみたいですね。で、空港の人数制限緩和されたりですとか、あとは状況を踏まえながらのようなんですが、マスクの着用だとか体温測定とかソーシャルディスタンス確保とかね、そのあたりの規制って解除されていくみたいなんですね。そこまで来るとちょっと第2波大丈夫なのかなっていうふうに思いますけど、台湾国内のみにね限って言えば感染はほぼゼロに防げてるっていうことなんで、大丈夫なのかもしれないですよね。そして、最後第3段階のこれがね重要な局面なんですけど、10月の1日から12月31日までの間で実施されるであろうと言われているものなんですが、この段階に来ると外国人観光客の入国規制の解除を進めますよということのようです。もちろんですね、各国の感染だとか、あとは各国入国のね規制の状況を見ながらとのことになろうかとは思います。これらのね段階を取っていくって発表しているのが台湾政府における外交部っていう機関になるんですけど、日本政府でいうところの運輸省にあたる機関が、これをね発表しているということなので、ぜひですね、これ計画通りね進んでいってくれると嬉しいなと思うわけなんですが、じゃあねこの規制解除進んだとして話を進めましょう。この渡航する時のリスクを考えてみるんですけど、私がね一番
今考えているリスクっていうのは、日本政府の水際対策の解除が遅れるっていう点ですね。すなわちですね、日本に帰国した時の規制が解除されていない。そういう状況になるんですけど、日本国籍を有していれば、日本にね、入国できないっていうことはないんでしょうけど、その際にはですね、14日間の自主隔離が付き物ということになるわけなんです。じゃあね、これが解除されるにはどうしたらいいかっていう話なんですけども、これね、日本政府が実施している入国制限の緩和がなされるしかないですね。一応最新の情報ではですね、タイ、ベトナム、オーストラリア、ニュージーランド、この4カ国に対して交渉に入る方針を固めたということでメディアでは報じられているので、そこに台湾がいつ入ってくるのか、ここをね、注意深く見ていく必要があるということなわけなんですが、私が一応チェックした限りでは6月1日にですね、台湾の外務省が日本政府にですね、緩和対象国に台湾を加えてくれないかという打診をですね、送られているようなので、昨今の日本と台湾の政治情勢を見る限りだと、これ解除にね、早い段階で加わっていくっていうのは無理な話ではないんじゃないかなっていうふうには思いますよね。だからおそらく10月には日本政府側の対応っていうのもね、間に合ってくるんじゃないかなっていうふうに思います。ということで本日はですね、台湾について考察をしてみたわけなんですけど、どうでしたでしょうか。感染症対策に成功したと言われている国ですから、外国人の受け入れには特に慎重になりそうなんでですね、今後の動きから目が離せないわけですよね。で、海外渡航に興味があられる方がこの動画を見てくださってると思うので、もし皆さんが気になる国であったり地域がありましたら、ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいなと思っています。こんな感じでリサーチをさせていただいて、報告をさせてもらえればと思っております。それではご視聴の方ありがとうございました。